松田さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでし今ょうか。日はですね、やっと響きの花たちがですね手に入りましたので、いいやつがですね、それを紹介していきたいと思います。はい。これはですね、冬の温度が13度以上で育てたやつなんですよ。ですから葉っぱもしっかりしていて、もう花もちょうど上がり始めたんで、それを紹介していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回はですね、重厚な陶器鉢なんですよ。陶器鉢に入ったやつがプラスチックじゃないんですね。プラスチックじゃないですね。でも今回は3.5 数に作ったやつを陶器鉢に投げ込みしたという形ですね。でもすごくきれいに出来上がっているんで、これをですね紹介していきたいと思います。で、響きはやはり夏の花ですね。やはり夏になってしっかり花が上がってきました。はい。でこれは咲き始めたばっかりですから、もう平気で2ヶ月ぐらい咲いてると思うんですよね。で、天花もこう咲いてきましたんで、この後もう下の方からバルブの下の方からまた花が上がってきますからね。これは長く楽しめると思います。肥料ももうやっておりますね。あとは水やるだけで長く楽しめるというやつですね。で、そうですね、もう平均してもう今7月ですから、はい、8月9月、10月ぐらいまでは咲いてくれるかなと思っております。はい。そういうところですね。響き、デンドロビウムの響きってやつですね。なかなかこういった、株が手に入らないんで、これが今回は紹介できます。今回投げ込みということなんですけれども、バークに植えておりますんで、植え替えの時も植え増しの時もですね、バークで植えてやるといいかなと思います。その材料なんかも紹介できますんで、ゆくゆくはでもこの植え替えはですね、来年の4月ぐらいでいいと思いますんで、今回は、水やるだけで花を楽しんで冬越しさせて、来年の4月ぐらいに一回り大きな鉢に植えてやるといいかなと思っております。で、響きですね、今調子悪いわという方も結構おられますけれども、寒さでやられた方が多いですね。で、最低ですね5度ぐらいは欲しいかなと思っております。普通のデンドロビウムと同じぐらいの耐寒性でして、あんまり寒さに強い方じゃなかったですね。ですから最低温度が5度ぐらいのところで冬越ししてもらいたいと思います。でもこれは夏の花ですから、はい、今から元気にですね、夏の間から秋にかけて咲いてくれますんで、今から楽しめると思います。こういうところで、紹介できると思いますんで、花出しもですね、いいようなところが揃っておりますんで、こんな感じで大体ですね同じぐらいのボリュームのやつを揃えておりますんで、これがですね、100鉢ぐらいありますんで、できればですね、早めに注文していただけると、この中からいいやつから花立ちが多いやつから出荷していきたいと思っておりますんで、ぜひご検討してください。はい、そういうところですね。こんな感じです。はい、結構いい感じで、花がついておりますんで、葉っぱの艶もですね結構良くて、元気に育ってくれております。はい、やはり冬の越しの温度が13度以上あるようなハウスで育てるとこういう感じになってきますね。コメントでもあったんですけれども、花出しがまだ花咲いてないという方もおられるみたいですけど、今からうちのやつもですね緩和しないところであれば、今やっと花芽が上がったというところもありますんで、今から花がついてくれると思います。大体ですね、不定期咲きのところもあって、今花が咲かない場合に秋も咲いたりしてきますんで、9月10月ぐらいでも花芽が上がってきますから、ぜひ水やり管理だけはちゃんとしてあげてですね、育ててもらうと花が上がってくると思います。これ松田さん、前も聞いたかもしれないですけど、デンドロビウムは7月で肥料を切るじゃないですか。でもこの響きだけはずっと11月12月ぐらいまで咲くじゃないですか。肥料はどうしましょう。はい、この場合はですね、この生産者は180日効くロング肥料をやっておられますね。はい、180日半年間効くやつをやっておられて、十分肥料が効いてるんでこういう形になってきていると思います。はい、
じゃあもう今年は肥料はいらない？もういらないです。もういらない。もう水やるだけでいいです。で来年の4月にまたやってもらえばいいかなと思います。でそうですね、まあ結構肥料食べてますね、はい、この生産者の方は結構肥料やっておられますんで、でもしっかりこうやって花が咲いております。はい、で冬のある程度寒さに当てて、肥料も効かせて、やっているというところもありますね。あと水が大好き。そうですね、水切れだけは気をつけてください。低温に合わせることと水を切らせることがちょっと嫌がっていってますんで、そういうところですね。で、たまに葉っぱは黄色くなりますけど、黄色くなった葉っぱはもう取ってやればいいと思います。はい、で、この特徴としては天花ですね、頭にこう咲いてきますけれども、それから来年はこの横からもバルブの横からも出てきます。で、今年咲いたバルブも来年咲く場合もありますんで、古いバルブは絶対切らないようにしておいた方がいいと思います。はい、これが天花ですね。バルブの先端につく花です。だいたいバルブのですね葉っぱが落ちてからだいたい花がついてくるような形になりますんで、それから天花が咲いたらこの横のバルブの横からもそれ的に咲いてきますんで、これがですね、天花が咲いてこう脇のバルブもバルブの横から花が咲いてきたというやつですね。ボリューム感が出てきますんで、こういう感じで花が咲いてきますね。はい、で響きの特徴としてはこの花の状態が長く続くということですね。なかなか枯れないということですんで、はい、でもし花がですねもう2ヶ月後ぐらいに花が悪くなった部分だけ切ってやれば、まだ花がそうですね、しっかりこう形がある色が乗っている時には切らない方がいいと思います。少し茶色く枯れてきた部分だけ切ってやれば、あとは他の花はですね長く咲いておりますんで、はい、そこには手入れとしてはその悪くなった花だけを切ってやるということですね。そういうところです。もう本当に今からはですね、水やるだけで長く楽しめるということで、ぜひお勧めしたい一品ですね。こういった状態の綺麗なやつはなかなか出回っておりませんので、はい、古唐村の販売所の方を覗いてチェックしてみてください。今回はある程度リーズナブルな値段で出せると思いますんで、はい、それとですね、川南、ここ宮崎県の川南町というところなんですけど、川南町が送料無料キャンペーンというのをやっておりましてですね、この店に来てもらって発送してもらえるのは送料が無料になります。宮崎県の方はですね、ぜひお中元かなんかにですね、利用していただいて、この店からですね、発送伝票を書いていただければ送料が無料です。東京でも東北でも北海道でも沖縄でも送料が無料で送れますんで、はい、宮崎県在住の方はですね、ぜひお店にまで来ていただいて、お中元なんかに使っていただけるといいかなと思っております。はい、予算が関連の予算がある限りは送料無料キャンペーン続けるということで、多分年末まで大丈夫じゃないかと思っております。そう、川南町が送料代が悪いってことですね。そうです。年間太っ腹です。もうそうですね。それで生産者も喜び、運送会社も喜び、販売店も喜びということで、もう結構いいとこばっかり有効に税金が使われてるんじゃないですかね。そこの予算減はふるさと納税の益金かどうかは分かりませんけれども、川南町は積極的に、そういった産業を後押ししてくれるというところで頑張ってくれておりますね。はい、結構な予算をつけて川南町頑張ってくれておりますね。はい、よし工房苔玉に来て、はい、ここから発送する人だけですね。そうですね、そうなんですよ。そういう規定があります。はい、そういう規定がありますんで、はい、近くの方来ていただいて送っていただけるとちょうどお中元にちょうどいい商品じゃないかと思っておりますんで、そこへもご検討してください。だから古唐村は適用外ということです。そうなりますね。そうなります。はいはいはい。ここから発送する場合はですね。わかりました。さあ、もちろん響きの魅力ってどこですか？この色がいいわという方もおられますね。色がいいですよ。はい。
ピンクの濃いやつで、はいしっかりした色ですので目立ちますし、でコンパクトに咲いてくれるというところもありますし、魅力の第一番としては花が長く楽しめるということですよね。はい、そういうところです。今回は特にこの陶器の鉢に入っていて、こう重量感もあって見た目もいいんで、はいギフトなんかにもちょうど使えるかなと思っておりますし、葉っぱのツヤも結構乗っておりますんで、もうこのまま管理すればいいってことですね。そうです。あと水やるだけで、はい、平気で 2,3 ヶ月咲いてくれていると思いますんで、うまくいけばですね、次のつぼみが上がってきて、経験上10月11月ぐらいまでこうどんどん咲いてくれるという、いつもはそういう状態でしたね。はいそういうところで、綺麗な色だし、綺麗な葉っぱもあるし、長く楽しめるというところがいいところじゃないでしょうかね。わかりました。はい。ではその響へのコメントです。はい。これはいつもコメントをくださるともこさんです。はいはい。ちょっと読みますね。はい。苔玉様こんばんは。こんばんは。風蘭美しいですね。はいはい。何年もかけないとこんな見事にはなりませんね。はいはい。ちょうど我が家の板付け風蘭も開花してきました。はい。甘い香りに癒されています。花期が短いのは残念ですね。そうですね。これ花期でいいんですよね。花期でも花期でも、両通じると思うんですよね。花期といえば長い花期のデンドロビウム響ついに開花しました。まだまだつぼみがたくさんあります。そして葉もふさふさです。バルブも増えました。来年には株分けしないといけないくらいです。とても生育旺盛です。昨年 YouTube で育て方を探してクルカラ村さんにたどり着きました。 YouTube を見て勉強しました。おかげさまで開花に至りました。ありがとうございました。これからも動画楽しみにしてます。はい、いつも見ていただいてどうもありがとうございます。もうこちらもいっぱい作っておられて、もう育て方はもうほとんどプロ以上な形ですんで、管理がいいかなと思っております。響きもですね、本当にいい植物だと思いますんで、可愛がってやってください。で風蘭もですね、うちもですね、今年3月につけたやつがきれいに根っこが張ってですね、毎年ボリュームも出てきていい感じで育ってくれますし、今からはですね、本当に葉っぱも見れるし、根っこの成長も面白いし、いいかなと思っています。今度花時期が短いのがちょっと残念ですけれども、そう短い時間に綺麗な花といい香りを楽しめるということで、ぜひ毎年楽しめるんじゃないかと思います。いつもご視聴ありがとうございます。はい。続いてこれも響きです。先ほどちょっと話してもらったんですけど、ピアピアさん。今年5月にデンドロビウム響きをいただいたピアピアです。毎日暑くて、それでも響きの成長、お花が見たくて水やりやたまに肥料などをやっておりますが、なかなか花数が増えません。いただいた当初とほとんど変わりません。どちらかといえば吊るした苔玉作りの方が花数は極端に少ないです。サラレスの投げ込みの方はまあまあ咲いてくれています。花数を多くする方法を知りたいです。4年ほど前、福岡の八女で初めて響きを購入した時の感動があるので、こんなはずじゃないと思ってしまいます何かアドバイスがあれば教えていただきたいと思ってメールしました。置き場所は遮光気味の東の玄関、朝の短い時間だけ日差しを浴びていますということです。これはですね、ある程度日照不足になると花つきがちょっと悪くなると思います。それと株がですね、バルブとかしっかりしてくれば花もついてきてくれるんですよね。それとしっかり肥料も効かせてというところで、太陽と水と肥料で花芽がついてくれると思います。今本当はですね、ピアピアさんに送ったやつと兄弟のやつもうちも育てているんですけれども、今やっと花芽が上がってきてやっと咲き出したというところですので、今からですね、明るいところでちゃんと水やりしていただけると花がどんどん上がってくると思います。今上がらない場合でもですね、秋とかも上がってくるんで、
水やりを頑張っていただいてこう明るいところで育ててやれば花芽がどんどん上がってくると思います。はい、またですねもし上がらないときまた結果報告をしてください。はい、明るいところが好きってことですよね。そうですね。日照不足になると葉っぱも徒長するし花つきもちょっと悪くなると思いますんで、はい、直射日光は苦手だけど明るいところがそうですね。はい、直射日光を当てるとこう葉焼けしてしまう場合があるんで、特に夏の直射日光はちょっと避けた方がいいかなと思いますけど、できるだけ明るいところがいいと思います。うちは30%からだいたい50%ぐらいのところで育てておりますけれども、夏の直射日光というかその強い日差しはちょっと嫌がりますね。でも明るい、できるだけ明るいところ、はい、と水やりを頑張ってます。はい、わかりました。あと他のコメントです。はい、これはいつものジャッキーさんです。はいはい。前回の動画薄根多いですね。はい、お店でよく見かけますが正直素通りしていましたね。観葉植物に楽しめる一品なんですね。はい、可愛いのは可愛いです。栽培法メモっておきます。メダカ販売中の上りを発見。ラン、蜂蜜、メダカ、魚釣りされることが多くて大変でしょう。慣れないようにしてくださいませ。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。はい。もうやることが多くてですね、はい、もう寝る暇があんまりないぐらいなんですけど、一応楽しみながらやってるんで、全てですね負担に思ってることはないですね。大変だと思ったことはない。松田さんストレスフリーですよね。そうですね。はい。そういうところもう本当にやりたいこと次も何しかしたいかばっかりいつも考えてるんで、はい、今朝も3時半から釣り行ってるし大丈夫かなとでも今日はですねハオルチアの植え替えとかいろんなことをなんかやってですね、はい、いろいろやっています。もう本当やらなくちゃやりたいことがいっぱい多すぎて本当に順番つけてやらないといけないかな。蜂蜜もですねもうちょっと溜まってるんで蜂蜜も絞らないかなと思ったりいろいろありますね。はい、これがこの前紹介していた薄根オイです。はい、スパニッシモスというやつなんですけど、こういう資材が見つかってこういう形でこう蒸れ防止につけたという形なんですけど、これを見た松本さんがですね、はい、新兵器を作ってくれました。これですね、これを作ってくれました。見た目も可愛くてですね、こんな感じ、これを見せただけで松本さんさすが技術者ですねこんな感じで作ってくれてですね、はい、これも今商品にしようかなと思って、おります。これがつけてみたんですけど、これにですねこんな感じでちゃんとつくんですよね。で蒸れしっかりこう固定できるし、見た目もいいしアルミ線だし錆びないしっていう形でいい感じの商品ができたですね。これはいつ手に入るかわからないです。タイあたりから輸入したんでもうモザイクがないって言ってたんで、はい、うちのサポーターの松本さんがですねこういうのを力作で作ってくれたんで、これもまたYouTube のクルカルムナさんの方で紹介できるかなと思います。今、これがいくらになるかちょっと計算中ということで、はい、薄根多いです。ぜひですね皆さんも市販のやつはこういったやつにつけてやると蒸れ防止になりますんで、はい、これだったら安定供給ができるかなと思っておりますんで、ぜひ、薄根多いです持っておられる方はですね、ここの束ね口がこう蒸れる場合があるんで、そこをですねこんなやつ可愛いできたんで、こんなやつにつけてもらうといいかなと思っています。はい、ジャッキーさんから飛びましたけど薄根多いですはこんな感じでまた育てられると思います。今日風が強くてですねこんな感じです。店内こんな感じで風通しがいいところで店をやっております。そのためですねこんな薄手多いですもうほとんど2日に1回ぐらい水やっておるけどすぐ乾いてですねいい状態になってくれるんじゃないかと思います。これ液肥もやりましたんで、ハイポネックスの2000倍ぐらいのやつですね、はい、そういうのもやっております。うまく育ってくれればいいかなと思っておりますんで。
でその薄根多いですはいのコメントです。はいはいママレモンさんって方です。はいはい。私はこれ薄根ハンガーって言うんですか？薄根ハンガー。薄根ハンガーを同じのを自作してます。はい、3年育ててますが枯れませんよ。花も咲くし香りもほのかにしていいですねってことです。はあ、薄根ハンガーというんですね。すいません、勉強不足で。はい。薄根ハンガー、いいですね。自作されてるんですね。これもですね、なかなか技術がいると思うんですよね。はい。まあ、自作は結構器用な方がされてるかなと。これなかなかこうしっかりできてるんで、まあ、ここまで作るにはですね、なかなかの技術がいるかなと思ってます。松本さん職人ですから。器用ですもんね。器用ですから、まあ、こんなのができると思いますけどね。薄根ハンガー、今勉強しました。はい、薄根ハンガーいい感じでこれも普及させていきたいなと思っております。はい。でその松本さんです。はい。スパニッシュモス、私も大好きです。観葉植物の中にモスがあるだけで雰囲気が全然違います。ですよね。一気に熱帯植物園の雰囲気を出してくれます。はい、松浦さんのお店のモスは太くて長いので お買い得だと思います。蒸れ防止対策大事ですね。近頃のメールですね。これを作る前から、はい、松本さんにこれは作ってもらいましたんで、はい、結構ですね、束で売ってるのが多いんで、まあ、こういったのに応用して薄根ハンガーにつけると蒸れ防止になるって家でも自由に楽しめると思います。これ短くしてもいいし、長めのやつつけて長く楽しむのもいいし、今年は蘭店に行ってむちゃ1メートルぐらい1メートル以上のやつを見つけました。でも 2,3 年かかってるよって言っておられましたけどですね。はい。まあうちもですね、まあ売れなかったらそれぐらいになるかもしれませんけど、まあ、そのなる前にちょっと売りたいですね。1メートル、7-8センチかな、うちの長いやつですね。こんな感じで今育てています。こんな感じで今日風強いんですよね。強いですよね。はい、台風の影響でしょうね。どうでしょうね。遠いからですね。こんな感じですよ。鯉のぼりみたいですよ。これぐらいうち風通しがいい。もうすぐ乾くっていうやつですね。はい、でもちょうど乾いたら水やるっていうところで、今やっておりますんで、いい感じで雨も降ってくれるし、デンドロビーも外で今吊るしてるのが多いんですけど、結構いい感じで育っていますね。もう 2,3 日の長雨は嫌やけど、定期的にこう1日おきぐらいに1日か2日おきぐらいに降ってくれるといい感じで湿って成長もいいですね。室内で置いとくよりは外で雨に当てた方が今のところ成長がいいみたいですよ。はい、新芽バリバリ出てきて、来年が楽しみですね。こんな感じで育てております。ジェンキンシーなんかも外に置いててですね、リンドレなんかも結構今根が少し出始めていい感じで育っております。室内のやつはですね、もうほとんどこう乾燥を注意しながら水をやってるんですけど、外の場合はですね、もう雨に任せてこう雨がずっと1日降ってる場合もありますけれども、その時にしっかり締めるんですよね。外の方がなんか、成長がいい感じがしました。ジェンキンシー、リンドレー、ウェンツェモンですね。その辺は雨は嫌がるけど、普通の1日ぐらいの雨は当てた方がいいような感じですね。はい、そういうところです。今回はですね、響きの陶器鉢入り投げ込みですけど、陶器鉢のいいやつが手に入りましたんで、ぜひ古川村の販売所を覗いていただいて、今回はリーズナブルの値段で販売しようと思っておりますんで、チェックしてみてください。はい、この店に買いに来てもらえる方は送料無料ということもあるんで、近くの方は買いに来てもらって発送をしてお中元で発送していただけるといいかなと思っております。はい、送られた方も喜んでもらえるんじゃないかと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、今回はどうもありがとうございました。ありがとうございました。